斎藤、大場だったは釈尊の教団の破壊も企てています。一方で師匠を亡き者にしようとし、一方で弟子たちを切り崩そうとしたわけです。大場だったは戒律に目をつけました。彼は釈尊の教団よりもさらに厳しい戒律を主張し、その点で釈尊を上回ろうとしたのです。資料によって若干の違いはありますが、彼が主張した戒律とは次のようなものです。1、修行者たる者、命ある限り、人里から離れた林の中に居住すべし。もし人里に入る者は罪となる。1、修行者たる者、命ある限り骨事業をなすべし。もし食のもてなしを受けたる者は罪となる。1、修行者たる者、命ある限り、ボロ布の衣を着るべし。もし衣の伏せを受けたる者は罪となる。1、修行者たる者、命ある限り、樹下に住み、屋根の下では暮らさぬこと。もし屋根のある家に近づく者は罪となる。1、修行者たる者、命ある限り、魚、鳥獣の肉を食べざること。もしこれを破れば罪となる。遠藤、当時のインドでは修行者が禁欲に努めることを尊ぶ気風があったので、この厳格な戒律を主張すれば人々を自分に引きつけることができると考えたのでしょう。実際に大場だったの言い分にたぶらかされて500人もの仏弟子が彼に従ったと言われます。もっともこの人たちも後にシャリホツと木蓮から諭され釈尊のもとに戻ってきます。大場だったのもとにとどまった者たちは大場を中心にして独自で教団を作りました。大場だったを各社として崇拝する教団はその後1000年ほどインド社会に存続したとも言われます。須田、確かにこうした厳しい戒律は聞こえがいいですね。いかにも高潔であって、むしろ釈尊の方が堕落しているかのように聞こえます。池田、事実それが狙いだったのでしょう。悪人は絶対に自分は悪人ですという顔はしない。悪知恵というか完知です。苦行者が多かった当時、釈尊の中道の生き方を堕落だということは簡単だったでしょう。実際釈尊は悟りを得る以前に苦行主義の限界を見極めて捨てています。その時共に修行していた5人の修行者から堕落だと激しい非難を浴びている。釈尊の教団は厳しい中にも中道のおおらかさがあった。そうでなければ多くの人を包容することはできないからです。多くの人を善の軌道に乗せて幸福へと導くために仏道修行があり戒律がある。それが戒律そのものが目的となっていたずらに人を苦しめるのでは本末転倒です。あれはダメ、これはダメという外からの規制によって人々を縛るような宗教は民衆の心を捉えることはできないでしょう。言わんや自分の見栄や策謀で偽善的に製品ぶったり高潔ぶるのは宗教利用と言わざるを得ない。要は大場だったは釈尊よりも自分が尊敬されたいと熱望した。嫉妬です。そのために考え出したのが先ほどの5つのような戒律だったのではないだろうか。遠藤、そもそも発想の根本が狂っているわけですね。斎藤、大場だったは嫉妬によって身を滅ぼしたのだと思います。池田、戸田先生はよく大場だったは男のやきもちと言われていた。嫉妬という漢字は両方とも女編だが、男編の嫉妬というのもあるんだと。嫉妬の怖さは相手の凄さを認めて自分を高めようというのではなく、相手の荒探しをして傷つけよう、引きずり落とそうとすることです。その結果傷つき落ちていくのは自分自身なのだが、鉄は錆によって腐食されるが、それと同じように嫉妬深い人は自分自身の性格によって蝕まれるという言葉もある。斎藤、実際大商人が日本国の男は大場が如くと仰せの通りの日本になっているような気がします。嫉妬の国というか偉大なものを尊敬できず、陰湿に足を引っ張ることが当たり前のようになっています。実に残念なことです。池田、大場だったは釈尊が皆から尊敬される姿だけを見て、釈尊の内なる戦いを見ようとしなかった。苦悩の人々を救うため、全人類に自分自身の生命の宝を気づかせるために、釈尊が日夜人知れずどれほど苦心していたか、どれほど自分自身と戦い苦労に苦労を重ねていたか、その苦闘を彼は見ようとしなかったのです。なぜ見えなかったのか。
それは彼自身が自分との戦いをやめていたからでしょう。内なる悪を自覚し、その克服に努力しなければ途端に悪に染まってしまう。その意味で善人とは悪と戦っている人です。外の悪と戦うことによって自分の内なる悪を浄化している人のことです。この軌道が人間革命の軌道です。斉藤、内なる悪を自覚するということは1年3000ですね。極前の仏にも地獄界の大場だったの極悪の生命があるというのが実戒極であり、1年3000ですから。池田、その通りです。その意味で法華経の1年3000は究極の内政の哲学です。自分は特別に尊いのだなどというおごりを誰人にも許さない平等の哲学です。人間尊厳の哲学です。極前の仏にも悪の生命が備わり、極悪の大場にも仏の生命が備わると見る。その上で悪との戦いを続けているか否かによって現実は善と悪の軌道に遠く正反対に分かれてしまう。そして実はこの一点に大場だった本を読む鍵がある。結論を先に言えば悪との限りなき闘争こそ大場だった本を貫く魂なのです。ああ、いうことでございました。いやー、この悪知恵面白いですね。そうですね。やっぱこういう悪役とかが出てくるとストーリー的には面白みが増しますよね。なんか分かることはね、そういう自分に厳しいルールを与えてる人の方が偉く見えるというか、分からんでもないですよ。なんかそう思っちゃう感じがするっていうね。そうね。創価学館も多分そういうこと言われてたと思いますよ。中道なので、厳しい戒律とか特にないわけですよ。そうですね。それを叩いてくる他の宗教の人たちってのは、全然あったんじゃないですかね。戒律ね。毎日朝早起きするみたいな、なんだろう、偉く感じるやん。それも今はなんかこう、いろんな職種とかあって、別に昼過ぎに起きるみたいな人もいるかもしれないけど、昼過ぎに起きる学会員がいてもいいわけですよね。全然そんなこと関係あらへんからね、そんな。関係あらへんでしょ。でもなんか一般的にはなんか早起きして早く寝てる人の方が偉く感じる。見えんくはないか。高潔な感じがするっていうね、そういう。意識高い系。寺にこもって座禅しとるみたいな人が偉く見えるみたいな。その当時はそういう感じだったんでしょうね。堕落してるっていう風に捉えるという、これはこの時代だけじゃなくて日蓮大聖にもきっと寅先生も池田先生も多分そういうこと言われたんだろうなって感じがするけど、だろうね。ただそれを言い出したら年寄りは信仰できんぜ。そんなボロ布の衣を着るとかさ、小敷の行をするとか、屋根の下では住んじゃいかんとか、屋根の下で住んじゃいかんなんですよ。風邪ひいてあなた、それが罪って言われるからね。なんでよって。症状教ですよね。そうね。実際釈尊もそういうことを指導してた時もあるっていうようなことですが、限界が見えたと書いてましたね。だから断食とか戒律で、エナジーが湧いてくるってことも事実だと思いますけど、体に負担かかりすぎて続かない。続けれんでしょうね。体調を崩したり、障害がある方にとっちゃできないじゃないですか。無理ゲーじゃないですか。だから結局一部の人しかできない、小さい船、症状鏡でしかないっていうことだけど、そういうことだよね。誰人でもできる信仰ってのが中道のね、法華経の信仰ね。でもそういうことをやって騙されちゃった弟子もいたってことですが、だけどシャリホツと木蓮という優秀な弟子から諭されて元に戻ったってことですが、すごいね。そうで、ポイントとしてここで言う悪人っていうのは、いわゆる我々が想像する悪人とはちょっと違いますよ。もうもう犯罪者みたいな顔が出てくるでしょ、悪人って言ったら。そういう意味の悪人じゃないってことですよ、これは。こういう悪人は自分は悪人ですっていう顔はしないという、いかにも善みたいな感じの見た目してるっていうね、詐欺師か。いい人そう、詐欺師っていう顔もしないっていうね。そうね。いかにもいい人そうだから信じちゃうみたいな感じだけど、怖いね。そしてあれですよね、自分自身との戦いをやめてしまうと途端に悪に染まってしまう。
善人とは悪と戦っている人ですと。うんうん恐ろしい話ですね。自分自身との戦いっていうか、成長しようとする戦いをうん捨ててしまうと悪人になっちゃう。そういうことね。頑張ってる人見て、そんな頑張ったって無駄だみたいなこと言っちゃうみたいな。指さしてバカにして引きずり下ろしてと。でもね、この大聖人さんも言われてるわけじゃないですか。日本国の男は大馬が如くって書いてますね。だから分からんでもないもんね、大馬だったのその気持ちも。ああ、そうですよ。誰人にもあるんですか、大馬だったの心は。ね、そういう意味を考えるとなかなかこう親近感も湧くキャラクターではありますし、ね、見習っちゃいけない部分をすごいこう反面教師としてめちゃめちゃ出してくれてるんかなっていうああ、そうそう。思いますけどね。そんなもん職場にもいるでしょうし、なんていうの。いるしやってただろうしね。ああ、そうそうそう。誰かからすれば自分自身も。ああ、そうね。うん自分もやってることもあるでしょうし、うん大馬だったっていうキャラクターを通じてなんか気づかされることが多いわけです。そうですね。面白い。自分を殺そうとした人を成仏できるってどういうルートでそういう結論になるんだみたいな話だけど。ああ、これはこの先ですか。そうですね。はいということで今日はこの辺で。はい、お疲れ。おつもと。